大ヒットカメラといえるパワーショット V1。コンデジブームの中でキヤノンは軽さと高画質を兼ね備えた Vlog コンデジという新しい選択肢をしっかりと成功させました。若者を中心にこの数年間で形成された SNS の世界では発信をすることそのものが大きな価値になっているように感じています。そんな時代の中で Vlog コンデジという新ジャンルに挑戦したキヤノンはこれまでの写真メーカーというイメージをいい意味で塗り替えました。そして次にキヤノンが目を向けたのが僕たちです。YouTube、Instagram、TikTok、SNS を舞台に発信を続けるコンテンツクリエイターに向けて新たなカメラを開発しました。それがこのキヤノン R6V。名前に V がついている通り、キヤノンの V シリーズに加わる新作です。7K フルフレームセンサーによる妥協のない動画性能、縦位置撮影に対応したネジ穴や UI 設計、さらには冷却ファンを搭載することで長時間収録やライブ配信にも最適化されています。はっきり言ってこのカメラを手にすれば SNS 活動で困ることはほとんどないと思います。そう言い切れるほどよくできたカメラです。そんな R6V の価格は約36万円程度。まず考えるのは36万円を払う価値があるのかどうか、ここだと思います。僕らのようにクリエイティブに向き合う人間にとって大事なのはスペックだけではありません。このカメラがどれだけアイデアを形にしてくれるのか、ここなんです。だから今回も R6V のスペックだけでは見えてこない可能性まで含めて紹介していきます。ということでぜひ僕たちのキヤノン R6V 徹底レビューを楽しんでいってください。それでは早速レビューを始めていきましょう。今回の動画はまず動画性能から進めていきます。キヤノン R6V は 7K のフルフレームセンサーを搭載しています。これは以前レビューした R6M3 やシネマカメラの C50 と同等クラスのセンサーで、個人的にもかなり好きなセンサーのうちの一つです。最大で 7K60fps の内部ロー記録に対応し、さらにクロップなしで 4K120fps の撮影も可能になっています。今回 4K120p もかなり使ってみましたが、このスロー表現はとても良かった印象です。ジンバルなどを使用しない気軽な撮影であったとしても、5倍スローともなれば手ブレ自体もほぼ気にならず、多少のノイズは乗ってしまうものの十分に使えるクオリティでとても満足しています。画素数はやや多めの約3250万画素なので、4K に設定した場合でも 7K オーバーサンプリングによる高繊細な記録を実現します。最近はスマートフォンやモニターの高性能化も進んでいるので、動画業界でも画素数がある程度重要視される日が近いうちに来ると思っています。実際に約1210万画素の低画素カメラと比較をしてみると、その違いは実感できるはずです。もちろん 4K の採点ラインというのは約830万画素なので、どちらも必要十分ではあるものの、この1年間で高画素カメラに乗り換えた僕らはオーバーサンプリングがない 4K カメラだと少し物足りなさを感じることも増えたのが事実です。そして動画性能についてはこれだけではありません。大きな魅力となるのはおそらくオープンゲート記録です。これまでもオープンゲート記録については何度か紹介してきましたが、今回の動画ではさらに一歩踏み込んでその可能性を提案していきたいです。そもそもオープンゲートというのはセンサー全体を使った3対2の画角で記録できる機能のことです。特にこのオープンゲート記録には大きく分けて3つの魅力があると感じています。まず1つ目は後から画角を調整できるという柔軟性を備えているということ。3対2のアスペクト比で撮影しておけば、今皆さんが見ているこの16対9の横動画はもちろん、縦動画の9対16やスクエアの1対1など用途に応じて後から自由に切り出すことができます。つまり一度の撮影であらゆるプラットフォームに最適化したコンテンツを作ることができるんです。これは今の時代、そしてこれからさらに加速していくこの SNS 時代においてかなり本質的なメリットだと感じています。そして2つ目はアナモルフィックレンズをしっかり活かせるということ。アナモルフィックレンズというのは横幅の広いワイドな映像を押しつぶした状態で記録をして、それを後から引き伸ばすことで映画のようなワイドな画角を作れる、そんな特殊なレンズのことです。確かにオープンゲート非対応のカメラであったとしても、アナモルフィックレンズ自体は使うことはできます。ただそれはあくまで16対9ベースでの記録であり、上下をカットした状態で使うことになるので、本来使えるはずのセンサー部分は完全には活かしきれていません。一方でこの R6V のオープンゲートであれば3対2のセンサー全体を使って記録することができます。それにより縦方向の情報もしっかりと残したままワイドな映像に変換することができるんです。
そして作例を見てもらうとわかるかと思いますが、水平フレアと呼ばれる横に伸びる特徴的なフレアや独特なボケ感も魅力のうちの一つです。そしてオープンゲート最後の魅力3つ目ですが、それは3対2そのままの表現を楽しむことです。オープンゲートで記録した映像というのは一般的な16対9の映像よりも多くの情報を映すことができます。その場の空気感や臨場感をよりリアルに感じることができて、僕はとても好きな収録方法です。ただオープンゲート記録にはいくつかの制約もあるのでしっかりと紹介しておきます。まずは最大のフレームレートが 30fps 以下になるということです。センサー自体は 7K の 60fps や 4K120fps に対応していますが、オープンゲート記録時には 30fps に制限されてしまうというのは少し残念なところです。そして電子手ブレ補正も無効化されてしまうという点はあらかじめ知っておきたいポイントですね。とはいえこの R6V には中央 7.5 段、周辺 7.0 段のボディ内手ブレ補正が搭載されているので、搭載していない C50 と比べると運用のしやすさというのはしっかりと感じられるはずです。そしてオープンゲート記録は周辺の歪み、いわゆるこんにゃく現象が見られるので、この点にも注意が必要です。ここを改善しないと編集時のスタビライズ効果もなかなかうまく発揮できません。16対9での撮影でも生じています。R6M3 でも同様でしたが、ここは今後のアップデートに期待したいところです。今回のオープンゲート作例の多くは三脚に載せた定点で撮影をしています。今日のシネマティック表現といえばダイナミックなカメラワークが挙げられますが、今回はあえて定点での撮影をたくさんしてみました。実はこの表現こそがキヤノンが提唱する映像表現なんです。写真文化を牽引してきたキヤノン。キヤノンのルーツはどこまで行っても写真なんです。そんなキヤノンが作る動画機というのは映像が写真と同じ画角であること、そして動画のどこを止めても最高の一枚になるということ、これこそがキヤノンの考える新しいシネマティックの形だと話されていました。どんなに時代が変わっても、どんなに常識が変わっても写真へのリスペクトを持ち続けているということ、その姿勢は企業として素直にかっこいいなと感じています。でもだからといって定点撮影が正解というわけでもないし、他のカメラメーカーが間違っていると言いたいわけでもありません。ただこういった強い思想を持っているものづくりをしているメーカーはやっぱり応援したくなりませんか？パワーショット V1 で初めてキヤノンのレビューをしてから R50V、R6M3、そして今回の R6V まで使ってきた中で、気づけばキヤノンというメーカーがとても好きになっていました。僕たちが今後も注目していきたいカメラメーカーのうちの一つです。ということで少し脱線してしまいましたが、動画の記録形式について見ていきましょう。最も使いやすい 4K60fps に設定した場合、RAW や H265 の 42210 ビット、H264 の4208ビットなど用途に応じて様々な記録形式を選択することができます。それぞれのデータサイズを見てみると、7K60fps ロー記録の場合は 2410Mbps とかなり大きなデータサイズとなりますが、同じ 4K60fps でも H265 であれば約 225Mbps とおよそ10分の1まで抑えることが可能です。もちろんこのロー動画には ISO やホワイトバランスを編集時に変更できるという圧倒的なメリットがあります。例えば撮影時にホワイトバランスを間違えてしまったとしても、編集時に適切な色温度まで戻すことができるんです。最近僕たちのチャンネルではロー形式での動画記録を本格的に取り入れ始めました。このレビュー動画で使用しているインサート映像の多くもローで記録をしています。確かに YouTube 動画制作という点においてはデータサイズが大きいロー動画というのはあまり現実的ではないかもしれません。ただ僕らが作っているこのような徹底レビューのように情熱を注いで作る動画というのは、たとえデータ量が多くなったとしても一切妥協のない最高品質の記録形式というのを選びたくなるんです。そして R6M3 のレビュー動画でもお話をしましたが、今回の R6V の後継機がもし登場するとなれば、おそらく3年とか4年後5年後になるかと思います。その間に他のメーカーからは続々と新しいカメラが登場してくるはずです。ロー動画というのは今この瞬間に絶対的に必要な
機能ではないかもしれないんですが、数年後を振り返った時投資しておいてよかったと思えるような、そんな機能だと僕は思っています。とはいえ日常に使うにしては RAW というのはやはりデータサイズが大きすぎます。普段使いの設定としては 422 10ビットの 4K で記録するなどがとてもバランスのいい選択肢だと思います。ただ一点、運用面で気になったのが動画の撮影設定の切り替えのスムーズさです。記録形式やフレームレート、ログ設定などを細かく調整できるというのはありがたいんですが、撮影中に素早く設定を切り替えるには少し分かりづらく扱いにくい印象です。キヤノンの動画カメラという位置づけであれば専用の UI 設計を搭載してみてもいいかもしれません。そしてキヤノンといえばやっぱり美しいスキントーンですよね。今見ていただいている作例は堂々クラスのセンサーを搭載した R6M3 で撮影したものですが、この R6V でも同じような描写をしっかりと期待することができます。僕は本当にいろんなメーカーのカメラを使ってきましたが、キヤノンを一言で表すなら優しい色です。肌のトーンが本当に自然で温度感すら感じられる温かさがある印象を持っています。だからこそ人物を撮る人にとっては本当に相性のいいメーカーなんだなと感じました。一方で低照度撮影はどうでしょうか。 R6V は ISO800 と ISO6400 のデュアルベース ISO を搭載しており、この値で撮影するとノイズが低減され綺麗に撮影することができる、そんな仕組みになっています。これは R6M3 や C50 と同じベース ISO で R6V のセンサーも同様の特性を引き継いでいると予想しています。実際にこの ISO6400 という値は非常に使いやすいんですね。特に都内の夜はそれなりに明るいことが多く ISO6400 ぐらいがちょうどいい場面が多いと感じています。そしてオートフォーカスもかなり優秀なんです。顔や瞳の追従はもちろん、動きのあるシーンでもトラッキング AF が優秀なので迷うことはほとんどありませんでした。さらに R6V は動画性能に優れているだけでなく、このボディ設計にまでこだわりが詰まっているということを手に持った瞬間にわかるはずです。カメラの上面には写真動画の切り替えスイッチがついていて、赤丸のついた大きなレックボタン、そしてボディ全体に散りばめられたカスタムボタンにより撮影自体も快適に行うことができます。何よりも僕が嬉しかったのはこの十字キーダイヤルが上下左右の押し込み操作にも対応したことです。これはキヤノン機で初の搭載になるので賛否が分かれてしまう部分ではあるかと思うんですが、この操作性に慣れている僕たちからするとこれはかなり嬉しいポイントです。ということでここからは R6V のボディデザインについて見ていきましょう。キヤノンが展開する V シリーズは今回の R6V の登場により多くのユーザーを囲うことができるはずです。パワーショット V10、そしてパワーショット V1、EOS R50V とどちらかといえばエントリー層向けにカメラを展開していたこの V シリーズですが、今回の R6V は少し違います。R6V の価格は約36万円。APS-C センサーを搭載した EOS R50V はざっくり約10万円程度なので、だいたい25万円程度の価格差があります。この価格差は単にセンサーによる性能差だけじゃなくてボディデザインにも違いがあると感じました。まず結論からお話しすると、これはまるで業務向けとも言えるような設計になってます。趣味で Vlog を撮影したい方が最初に選ぶカメラとしては少しやりすぎな気がするぐらい素晴らしい設計です。この R6V はどちらかといえば僕ら YouTuber のような SNS コンテンツクリエイター向けに最適化されているようなそんなカメラなんですね。 R6V の重量は約 688g、 ミラーレスとしては標準的な重さで、いわゆる軽量モデルという位置づけではありませんよね。そしてファインダーのないフラットデザイン、これは同じ V シリーズである EOS R50V の思想を引き継いだそんな設計だと感じました。動画撮影に特化したこれまでのキヤノンらしさを感じない、とても美しいエレガントなデザインです。正面にはタリーランプを搭載し、大きなレックボタンが配置されています。三脚に据えてトーク撮影をするとき、この前面のレックボタンがとにかく使いやすいんです。そして個人的にグッときたのがこの前面のキヤノンロゴ。白でも赤でもなく、あえて主張を抑えたグレーのカラーになっています。これはカメラが主人公ではなくクリエイターが主人公になるために、そんな開発者の温かな配慮が詰まったポイントなんです。モニターはバリアングル式モニターで 3.0 型約162万ドットを採用しています。端子類は HDMI 出力端子、USB-C 端子、外部マイク入力端子とヘッドホン端子、リモコン端子を搭載しています。カードスロットは CF Express Type B と SD カードの組み合わせです。このカメラを使う方全員がロー記録や 4K120p を頻繁に記録するわけではないと思います。そう考えるとこの SD カードスロットも搭載してくれているというのはありがたい選択肢ですよね。バッテリーは多くのフルサイズ機と互換性のある LP-E6P が採用されています。
キヤノンのカメラは電源が入った状態でカードスロットやバッテリー収納の蓋を開くと自動で電源がオフになるという仕様です。安全性を優先したという設計ではあると思うので、欠点とまでは言い切れませんが、この数秒間の待ち時間は少し不便に感じてしまう時があったりします。グリップの横には縦位置撮影用の三脚のネジ穴が搭載されています。カメラを縦向きにすると UI も自動で縦表示に切り替わるので、ショート動画を制作する方にはとても嬉しいポイントのはずです。最近は SNS クリエイターのライブ配信もスマホではなくこういったミラーレスカメラでより高品質に行うケースが増えてきましたよね。そして本体にはアクセスしやすい位置にライブボタンを搭載しているので、このボタンを押すだけで USB-C ケーブル1本でそのまま配信カメラとして使うことができます。そしてライブ配信や YouTube 撮影のように長時間の撮影をするとき、最も心配なのは熱停止です。この R6V には放熱ファンが搭載されているので、熱停止する心配もほとんど不要です。一応長時間収録時の熱停止とバッテリーテストも行ってみました。設定は最大の 7K60p ロー動画で記録したところ、56分3秒で 1TB のストレージがいっぱいとなり、記録が停止しました。この時点でバッテリー残量は 100% から 16% まで減っていたので、 7K60p のロー動画で連続撮影をする場合は1時間あたり1本のバッテリーを用意しておくと安心です。ちなみに先日レビューした Canon R6 Mark III では同条件の検証だと約29分で熱停止していたので、長時間撮影を Canon 機で行いたい方にとってはかなり大きな進化だと感じました。ただ Canon のカメラの多くは1回あたりの動画撮影記録時間が最長6時間に制限されています。ほとんどの用途では6時間以上連続で回し続けるということは少ないと思いますが、例えば24時間企画などのようにとにかく長時間回しっぱにしたい方にとっては別の選択肢も視野に入れていいかもしれません。一方で 4K ファイン 30p で給電しながら連続撮影したところ、熱停止することなく最長の6時間まで撮影をすることができました。キヤノンの R6 Mark III、今回の R6V、そしてシネマカメラの C50、これらはどれも同等クラスのセンサーを搭載していて、スペック面もかなり近い存在です。ただそれぞれの立ち位置というのははっきりと分かれている印象です。R6 Mark III はファインダーを搭載した写真と動画のハイブリッド機、シネマカメラの C50 は豊富な記録設定に加えて映像業界向けの撮影機能や高い拡張性を備えたシネマカメラです。そして今回のこの R6V というのはコンテンツクリエイターに向けて動画向けのボディデザインを採用しながらも、メニューや端子周りは親しみやすく、とても扱いやすい設計になっています。R6 Mark III とかなり近いスペックを持ちながらも、このファインダーレスというボディデザインは個人的にはかなりハマりました。R6 Mark III を使っていた時はファインダーがあることでどうしても写真も撮らないと、そういう風に考えてしまったんです。だから R6 Mark III というのは写真と動画の両方に応えられるハイブリッド機としては大成功です。ただ動画撮影にしっかりと集中したい時にはファインダーという選択肢があること自体が干渉しているように僕自身は捉えました。時には選択肢を減らした方が表現者にとってプラスになることもある、そんなことを感じさせてくれるカメラでもありました。それではここまででたくさんの情報を一気にお届けしてきたので、少し息抜きを兼ねて新しく登場したこのレンズ RF2050mmF4LIS-USM-PZ について紹介していきましょう。20mm という自撮り撮影に適した画角でありながら 50mm までカバーをしてくれて、 R6V のようなクロップ体制のあるカメラと組み合わせれば実質約 75mm ぐらいまでが実用的となります。さらにパワーズーム機能を搭載しているので滑らかなズーム表現を作ることができ、 R6V 本体にはズームレバーを搭載しているので相性はとても良かったような印象です。そんなこのレンズの実売価格は約21万円程度、20mm から 50mm という焦点距離をカバーしているので、ほとんどの撮影をこの1本で撮影することができるはずです。フィルター径は 67mm で、レンズのサイズ自体はそこまでコンパクトというわけではありませんが、この赤いリングがついた L レンズらしい圧倒的な描写力があります。レンズ内手ブレ補正も搭載されているので、機動力の求められる撮影でも選択したくなる、そんな1本になっています。ただ1点だけ気になったのが自撮り撮影時の誤操作です。レンズを支えようとして持つと、ちょうどその位置がズーム操作部に当たってしまって意図せずズームしてしまうことが何度かありました。インナーズームだからこそ起きる現象で、慣れれば防げるかとは思うんですが、最初は少し難しく感じるかもしれません。
一方で物足りなさを感じる部分もいくつかありました。まず一つはモニターと端子類の干渉です。R6V で採用されたバリアングルモニター自体には特に大きな不満というのはありません。ただ HDMI ケーブルを接続するとモニターを回転させるときに干渉してしまうんです。できるだけ小型なボディを実現するための結果であると思うので、ある程度は仕方がない部分ではあるのですが、 HDMI で外部出力を行う方はあらかじめ理解しておいた方がいいかもしれません。あと動画の撮影開始前は低電力にするためプレビュー画質が低下しており、ノイズが少々多く見えてしまうような印象です。撮影を開始することでノイズが少なくなって高画質になるような仕様なんです。しかしこれは温度上昇緩和設定を入りにするときに限って起こる現象です。カメラの画像処理負荷を軽減し、温度上昇を緩和するためですね。もしプレビュー画質を優先する方はここを切りにしておきましょう。そしてもう一つはこのボディサイズについてです。キヤノンさんから最初に R6V のお話をいただいた時、まず V シリーズという情報を聞いていたので、僕たちはそれなりにコンパクトなボディを想像していました。だからこそ実際に手元に届いた時には思ってたより大きいなと感じたのが正直な印象です。この R6V は映像制作を仕事にしているユーザーにとっては慣れたサイズ感かもしれませんが、毎日気軽に持ち歩いて撮影したいという用途であれば、パワーショット V1 や R50V のようなより小型軽量なボディの方が相性がいいかなと思います。しっかりと構えた定点撮影から機動力が求められるインサート撮影、さらには外ロケ撮影まで1台をこなしたい人にとっては、慣れればこれくらいのサイズ感がちょうどいいなと感じられるはずです。気になる方はぜひ家電量販店などで一度改めて手に取って確認をしてみてください。可能性の枠を超えていく。これはキヤノン R6V に与えられたメッセージです。オープンゲートによる自由度の高い表現、内部ロー動画での記録、そして長時間撮影にも配慮されたボディデザイン、さらに縦型撮影やライブ配信にまで最適化されていて、もはや欠点を探す方が難しいと感じるほど完成度の高いカメラでした。僕のように SNS で発信を続けるコンテンツクリエイターは、趣味の延長ではなく本気でこの発信活動に向き合っています。そんな僕らに必要なのは気軽さと本気を両立できるハイエンドなカメラです。ただ気軽なだけのカメラでは求めているクリエイティブを十分に表現することは難しいし、だからといって本気すぎるカメラは発信そのもののハードルを上げてしまうんです。その絶妙なバランスに寄り添って開発されたのが今回の Canon R6V なんだと感じました。可能性の枠を超えていく。この言葉には制約のないカメラを作ったから、あとはクリエイターの発想と表現で切り開いてほしい、そんなキヤノンさんからの熱いメッセージを感じることができます。皆さんはこのカメラと一緒にどんな映像を記録していきたいですか？ぜひコメントで一言置いていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。